はい、皆様、こんにちは。みえちゃんです。ねえ、風さんの誕生日もね、迫ってきましてね、なんか新しいアルバムとかね、欧米ツアーとかも期待がね、山積みで、もう本当にお年頃としてはね、ちょっとドキドキワクワクでね、まあいろいろ刺激が強すぎてね、もう心臓発作起こしそうなんですけど、皆様お元気ですか？今回はね、今更なのかもしれませんけれども、この前のね、ミュージックアワーズジャパンの時のね、風さんの例のね、もう名演奏ね、満ちてゆくについてね、どうしてもね、語り残したことがありまして、発信させていただきたいなと思ってます。あの時のね、バックに使われたね、花のね、演奏もすごく良かったんですけど、それに続くね、満ちていくにはもう本当に心底参りましたね。そしてね、あの演奏はね、謎だらけだったんですよね。なぜね、ピアノの上にね、花で出てきた写真があったのかとかね、なぜ風さんは途中であの長い足を組んだのかとかね、まあね、ヤクザ風の格好だからなんていうのもありましたけどね。それからはなんでサングラス外してね、イケメン見せまくってたのかとかね。まあね、それについてね、語られた方もね、ひょっとしたらいらっしゃるのかなとは思いますけれども、例によってね、みえちゃんのね、いとも前代未聞な、独断解釈でやらせていただきたいと思っております。はい。まずね、花のね、花からね、曲が続いてる最後のね、花の和音が、満ちてゆくの最初の和音になっているというね、まあ素晴らしい演出だったんですけれども、もうこれはもうね、全てはつながっているっていうね、メッセージでもあるし、まあ万物流転ですね。とどまるところを知らない宇宙の躍動ですね。もう全てはもうつながっている、続いていると。そしてね、花で言うね、My flowers here ね、見つけた内なる花ですね。つまり大いなる宇宙の愛、ワンネスの愛ですね。まあそれを見つけてって言ってるんですね。その気持ちのまんま宇宙の大きな愛に包まれて次のね満ちてゆくを演奏したんでしょうね。そしてね、ピアノの上にはね写真がありましたよね。花で出てきた風さんの遺影ですね。でこれはねいつかお話ししたと思うんですけれども、メメントモリですね。どこで話したっけ？帰ろうだったかな。うん。メメントモリ。これはね、大昔のラテン語でね、remember death ですね。死を、常に死のことを忘れるなっていうことです。風さんも燃えよでね、明日なんか来ると思わずに燃えよって歌ってますよね。燃えよっていうのはね、もう精一杯死んだ気になって生きろって言ってるんですね。そうすればもう今死んでも後悔しないと。ねえ、禅なんかでもね、今すぐ死んでしまえなんて言いますよ。うん。つまりね、すべての執着を捨てて、自分を捨てて、宇宙と一つになって生きろっていう意味ですね。まあ、どんなことが起こってもね、逃げずに、飛び込んで、あるがままに身を委ねて生きろっていうことですね。風さんね、こんな風にあちこちで飛び込んで教えてくれてますよね。うん。そしてね、ピアノの上のね、この家を見た時ね、私はこの曲は亡くなった方をね、嘆き悲しんでいる人たちへのね、慰め励まし、ね、そして強く生きるための曲でもあり、亡くなった方へはね、レクイエムのようなものでもあるっていうね、強いメッセージを感じたんですよ。それでね、そこで思い出すのがですよ、風さんがね、インスタで上げられてた例のね、あの、MAJ のね、女性用のコスチュームですね。あれはね、もう言うまでもなく、コスチュームにね、袖を通すこともないまま亡くなったね、佐々木舞さんという、まあ、風さんにもね、とても縁の深かった方が着るはずだったものですね。これについてはね、たくさんの方が語っていらっしゃると思いますので、ざっと説明しますけれども、
佐々木舞さんはね、ビルボードジャパンの紹介記事によりますとね、東芝 EMI でのプロモーターや米国などでのね、国際的キャリアを経た後にGoogle、YouTube チームにね参加されまして、いろんなアーティストのがね日本の YouTube のチャンネルを活用して国内外に羽ばたいていけるように尽力なさった方ですね。そしてね、特に佐々木さんはまだまだ女性差別の多いね音楽業界で、特に女性のミュージシャンのねサポートに力を入れていたらしいんですね。そしてね、古くからのね風ファンの方なら忘れることができないね、伝説の2022年のねライジングサンロックフェスですか、あそこに出場を決定したね時ですね。バウンディさんの代だということで、はい、ライブ出演するとなった時のエピソードですね。その時にねズズさんがもう早い段階でチケット完売してしまっていたのでね、当然ね代わり出演ということの風さんのファンの方々は風さんを見れませんので、1曲でもいいからなんとかYouTube で流せないかと、考えたわけですね、ズッツさんはね。そしてその時に舞さんに電話を入れましたと。そしたらなんと天の助けっていうんでしょうね、これがね、舞さんがたまたま北海道にいらして、そしてその後ね驚異的なもう24時間でしたっけね連携プレーがあって、そして YouTube 配信が実現したっていうね、伝説のライブね、バウンディですっていうね第一声から始まったね素晴らしいライブね、私もねすごく遅ればせながらね見させていただきましたけれどもね、自分の曲は後回しね、とかくね自分と自分を押し出すね人の多い中で、自分のことはね感情に入れずというね宮沢賢治の言葉そのまんまのね風さんの本質がよくわかる感動的なライブでしたね。こうしてね何かにつけてお世話になっていた佐々木舞さんへのねレクイエム的な気持ちね、やるせない気持ちも演奏によく現れてましたね。そしてね手にした瞬間になくなる喜びのところからね足を組みますね。これを見てねどうしたんだと思った方もいるでしょうけれどもね、ちょっと話違うんですけど昔ね押し売りってあったんですよ。なんかあの頃はもう玄関の鍵なんてかけない人もいたぐらいでね、そういう古き良き時代だったんですけれどもね、玄関先に居座っちゃってね、あんな風に足を組んでね、奥さんゴム紐買ってくれねえかとかね歯ブラシ買ってくれねえかなんてね言って売りつけるんですね。でもういらないなんて言おうもんならね、俺は昨日無所から出てきたんだぜみたいなこと言ってね凄むんですよ。ね、風さんは違いますよ。全く違います。風さんのことじゃないですからね。はい。そういう人がいたってことです。思い出しちゃったんですよ。はい。そしてね、この足ね、これね、半跏趺坐って言いましてね、座禅とかね、瞑想する時のね、足の組み方なんですね。うん。私の動画のコメントにもね、もう気づいてらっしゃる方いてね、コメント入ってましたけれども、これが半跏趺坐ですね。そして両足を組むのは結跏趺坐っていうんですね。で半跏趺坐っていうのはよくね菩薩像にね見られるポーズなんですね。はい、こんな風にねいろんな菩薩様いますよ。はい。前からね私の動画ご覧いただいている方はお分かりだと思うんですけれども、私は風さんはね最初に聞いた時からなんか菩薩様みたいだなって思ったんですよ。仏様っていう方もいらしたんですけど、私は菩薩様じゃないかって思ってね、そして日産ライブのキャスティングコールのね謎解きの動画で確か言っちゃったんですよ。それを思い切って言っちゃったんですけど、言ってしまったからねちょっと言い過ぎちゃったかななんてね内心心配してたんですね。でも今回ね風さん同じようにこのね菩薩様ひょっとしたら意識してんじゃないかななんてね
もうすごくびっくりしてね、このポーズ取ってくれたんで嬉しかったんですよ。あの片足だけ組むっていうのはね、菩薩様がいつでもね、衆生っていうのは民衆のことですね。民衆を助けに行けるように片足を下ろしているんだっていうね説もあるんですね。非常に美しいポーズなんですよ。うん、で菩薩様っていうのはね、その時の動画でもね説明したんですけれども、サンスクリット語でねボーディーサットバって言いますけれども、悟った人がね、仏様の指導のもとでね悟ってない人、つまり宇宙の愛にまだ気づいてなくて苦しんでいる人たちを悟りに導く人のことですね。だから慈愛に満ちたお顔をしてるんですね。その菩薩の心で風さんは演奏してたんでしょうね。でねその後ね、海の怒涛のようなねピアノね、もう風さんはもう力いっぱい弾いてますね。人生の苦しみね、悲しみ、後悔ね、執着に縛られてもがく心ね、もうすべて表現されてましたね。そしてその苦しみが極まった時にね、明け放つ胸の光のところでね、天井から光が降り注いで、やがて生死を超えてつながるのところでね、風さんがサングラス外しますね。これを見てね、NHK の紅白のね、シーンですね。顔を手でね、風さんが覆ったシーンを思い出したんですよ。あの時ね、手の指の隙間からね、風さんの綺麗な目が覗きましたよね。あれ見てね、私、あの時ね、曇り空でね、一点だけ真っ青な空がね、覗いているところをね、思い浮かべたんですよ。うん。まさにね、神のね、宇宙の光ですね。その時ね、手でね、顔をね、目を覆っていたのは、もう光が見えない状態ですからね。仏教ではこれ無明と言いますけれどもね、暗闇ですね。ヒンズー教ではマーヤとか言いますね、迷いですね。つまり人生の苦しみですね。生老病死って言いますけれどもね、生きる老いるね、病になる、あと死ぬってことですね。で、あれから抜け出るのはもう内なる光に気づくしかないんですね。宇宙と、つながっている自分の中にある花に気づく、ね、神の愛に気づくってことですね。そしてね、同時に死を悼む気持ちがね、亡くなった人を悼む気持ちがお父様からねよく聞かされていたっていうね、海へと帰っていくね、亡くなった人がそこへ帰っていくワンネスの海ですね。うん、そこに戻ってね、愛の海の中で生きてるものも亡くなった人も一緒にいるんだっていうね、安心感に変わるわけですね。でね、これはもう満ちていくのね、MV でね、最後に執着からね解き放れたね、もうつまりエゴから解き放たれたね風さんが教会に飛び込んでね、ひざまずいて、ああそうだったのかって気づきますね。そしてね、喜びでいっぱいになって外に飛び出しますね。だからこそね、今回のこの「満ちていく」でもね、最後に風さんは微笑みながらピアノ弾いてますね。もう本当に菩薩のようでしたね。そしてね、神とね、神イコール宇宙イコールハイヤーセルフイコール自分ですね。それと一体になります。そしてね、すべての苦しみが愛に変わって、その時はね、時間も生も死もない世界ですね。はい。まあこれをね、禅では空とか言いますけれどもね、その世界に至る。うん。そしてね、ミュージックビデオではお墓で微笑んでいますよね。ミュージックアワーズジャパンのね、動画の時にね、思わぬ反響がありましてね、びっくりしたんですけれども、その中でね、コメントがね、いただきまして、このまさにね、この満ちていくの、通りのね、
経験をされた方のコメントが入ってました。はい、でね、ご主人亡くされてまだ2年の方なんですけれども、大切な人をね亡くした苦しみの果てに、まさにねこの体験をされた方なんですけれども、もう本当に感動しました。そしてね、苦しみがもう限界に達した時に自我が抜けて、宇宙の愛を感じるね瞬間の体験ですね。それを賢章とか悟りとか一別体験とか言いますけれども、私もその経験をしましたけれど、今ね時間の関係でここでは詳しく言えないんですけれどもね、同じようなね経験の方の励みになると思いますので、ここでちょっとねご紹介させていただきました。はい、だからねもう大丈夫なんですよ。はい、もう最後にはね必ず救いがあるんですね。今ね苦しんでいる方ね、悲しんでいる方、もうどうしようもない苦しみのある方ね、もうそれはね天からの愛だったんだと気づく時が必ず来ます。うん、今苦しくてもねそういう苦しみから逃げないで、もうただあるがままにとにかく頑張って向き合ってください。うん、もうとにかく頑張ってくださいとしかね今は言えないですけれどもね、もう風さんはね飛び込めっていうことをねあちこちで教えてくれますよね。燃えよでも飛び込んでいましたね。そしてイロハスの CM ね、冷たい水に飛び込んでました。うん、はい、今日はねそんなわけで、もう涙腺崩壊のね歴史に残る名演奏ね、MAJ での風さんの満ちていくについて勝手に語らせていただきました。はい、これからもね風さんの愛をいっぱいに感じながら皆さんと一つになって楽しく生きるコツをシェアしていきたいと思いますので、はい、よろしかったらチャンネル登録などもよろしくお願いします。ねえ、これから風さんでもう怒涛の1週間になりそうですね。はい、皆さんそれではまたお会いしましょう。ありがとうございました。さようなら。